はい、どうも、ゆうすけです。今回の動画では、13個のスラング。だけど、これはなかなか習わないので、多分、頑張って選んだんですけど、これは日本人で若い俺だからこそ知ってるスラングだと思うので、でもこれを知ることによってリスニング能力が上がったりとか、あとは自分の日本語表現も広がると思うので、ぜひ皆さんに知ってほしいと思います。はい、早速。まず一つ目。一つ目は、強です。強。これは、褒め言葉ですね。例えば、このパソコンマジ強って言ったら、パソコンのスペックがめちゃくちゃ高い時に、パソコンがもうすごいっていうのを伝えることができます。他にも、あの選手メンタル強すぎって言ったら、もうメンタルが強い、褒めてるんですね。他にも、テスト勉強していないのに90点も取ったの？それは強いわ。とか、こういう感じで言うことができます。性能が高いですね。スキルが高いですね。こういった意味で使えます。けど、結構、うちはノリなんですね。今回紹介するのって結構本当に若いのが多くて、で特にこの強いっていうのは、絶対上司とかに言えないし、本当に若い感じです。はい、次。次は、沼です。沼。沼っていうのは、わかりますね。沼なんですけど、このゲーム沼とか言ったら、もうこのゲームにどっぷりハマってる。ゲームの沼にどっぷりハマってるって感じですね。これよく私が紹介してるんですけど、はい。他にも、推しが尊すぎて沼。これ、よく女性が言うかもね。私はあんまり言わないんですけど、人に依存するときとかにも使えるんですね。彼女に沼ったとか、そんな感じで使えるので、結構依存ニュアンスが強いですね。はい。次。次はこれ、俺が好きでめっちゃ使う言葉です。それは、えぐい。えぐいです。これ、悪い意味といい意味両方あるんですけど、文脈で変わるんですね。ポジティブになったり、ネガティブになったり。で、ネガティブの意味は非常に厳しいっていう意味です。例えば、物価がえぐい。もう今の日本、物価がえぐいんですよ。えぐいっていうのはもう物価が高すぎるよね。物価がひどいよね。そういう感じです。で、褒め言葉で使うんだったら、例えば、私テニスしてるんですけど、テニスで相手に決められた時に、いや、今のえぐいわ、みたいな。もう、ひどい、強すぎて、上手すぎて、えぐいボールが来たって感じですね。はい。こんな感じで使うことができます。はい。で、次は、積むです。積む。積むっていうのは、いろんな意味があるんですけど、ここでは行き詰まるとか終わったって意味です。例えば、空港に行ったとするじゃないですか。で、国際線に乗る予定なんですね。で、みんな頑張って空港まで行って、で、空港着いてから気づくんですよ。うわ、パスポートないって。こういう時に、うわ、俺積んでるわ。とか、パスポートないから積んでるわ。みたいな感じ。もう、取り戻せない、引き戻せない。飛行機に乗れないのが確定している。こういう時に積んでるって言えます。ゲームでもよく使えますね。味方以外が全員死んだ時に、うわ、もう積んでるわ。こんな感じで使うことができます。はい、次です。次は、刺さるです。刺さる。刺さるっていうのは、こう、さって刺さる感じなんですけど、心に響くとか共感する、こういう時にも刺さるって使えます。例えば、音楽聴くじゃないですか。私だったら藤井風が好きなんですけど、もうめっちゃ藤井風の曲って感動するんですよ。そういう時に、うわ、この歌詞マジで刺さるわ、みたいな感じ。英語だと resonate に近いかなと思います。他にも感動する動画見て、この動画刺さったみたいな感じですかね。とても共感しました。心に響きました。こういう言い換えの仕方ができます。はい。でも本当に何回も言うんですけど、若いので使う時には注意してください。はい、次。次は治安です。治安。治安っていうのは、なんて言うんですか。普通は、そういう東京の治安とか、東京の治安はいいよねとか、そういう、なんて言うんですか、実際の場所に使うんですけど、雰囲気がいい時にも使えるんですね。例えば、
私の YouTube のコメント欄はもう治安がいいんですね。みんなが優しい言葉を私に言ってくれて雰囲気がいいじゃないですか。こういう感じで穏やかな雰囲気とかいい雰囲気の時に治安がいいっていうと言えます。はい。次、事故るです。事故る。事故るっていうのはもともと車が事故るとかアクシデント系に使うんですけど、今回の場合は配信とか撮影で大失敗した時ですね。例えば、私が、例えばじゃあ写真撮るじゃないですか。で、写真撮った時に目をつぶっちゃったとか、白目向いちゃったとか、こういう時に、俺の顔事故ったとか、そういう感じで言うことができます。ミスった感じですね。ミスってうまく写真が撮れなかったって感じ。で、実際にこういう自分が事故った写真、自分の顔の写りが悪い写真を、事故画って言うんですね、事故画。写りがひどい写真を。でも、もちろんなんですけど、他人に使わないでください。めっちゃ事故画やんとか、もう絶対言わないでください。それ、すごく失礼なので。もちろんわかると思うんですけど。はい。次、無理ゲーです。無理ゲー。これは、無理なゲームって意味ですね。無理なゲームを略して無理ゲーです。これ何が無理かっていうと、達成が無理なんですね。ゲームをクリアすることが無理。で、これはゲーム以外にも使えるんですね。例えば、もうめっちゃテストが難しいとします。もう、教科書5冊覚えてこいって言われた時に、そんな時間ないよ。絶対解けないよって時に、このテスト無理ゲーじゃん。とか、こんな感じで使えたりしますね。結構本当によく使うかな。別にゲームの時でも使えるので、先ほどのもう積んだって時にも、これ無理ゲーじゃんっていう感じでも言えるし。はい、そんな感じですかね。次、逆張りです。逆張り。逆張りっていうのは、あえて逆の意見を持ったり言うことですね。少数意見になることです。少数派になること。例えば、日本人ってご飯好きじゃないですか。米が好きじゃないですか。俺はあえてパンを食べるとか、友達に言ったら、いやお前逆張りしてるじゃん、みたいな感じで言われます。でも人格を批判するために使ったりとか、そういうのでは使わないようにしてください。はい、で次、これ枠です、枠。普通枠っていう意味は、お湯が沸くとか、そういう沸騰するっていう意味なんですけど、今回の場合は、盛り上がる時に使えるんですね。会場が湧くっていう感じで使えます。例えば、私が、じゃあ何か歌ったとします。そしたら、意外と歌がうまく歌えて、みんなが、あいつめっちゃ歌うまくねって言って盛り上がったら、俺会場沸かしたんだよね、みたいな感じで言うこともできますし、そんな感じで盛り上がるっていう意味ですね。で、次、12個目は、炎上です、炎上。炎上の元の意味は、めちゃくちゃ燃えることなんですよ。家が炎上するとか、炎って書くから。でも、これはネットでめちゃくちゃ叩かれた時に使えるんですね。例えば私が変なことを言ったとします。すごい、差別発言だったり。そうしたら、いろんな人に、いや、それはダメだよとか、いろいろ叩かれると思います。そしたら、私の発言で炎上したとか、そういう感じで言うことができます。はい。結構でも、よくネットで使いますね。あの人炎上してるとか。そんな感じであります。で、次、13個目は、伸びるです。伸びる。これは、伸びるっていう意味は、もともと何かが伸びるんですけど、例えば、これ、SNS で使えるんですけど、例えば私だと最近、チャンネルが伸びてきているんですよね。これは、チャンネルが成長するとか、再生回数が増えるとか、バズるっていう意味でも使うことができます。はい。ありがたいことに、私のYouTube チャンネルすごい順調で今伸びてきてて、もうすぐ1万人達成なんですけど、もしよろしければチャンネル登録と高評価の方してほしいなというふうに思います。そして日本語の方をオンラインで教えています。もし私とレッスンがしたい方とか興味がある方は無料で予約レッスンできるのでそちらの方からよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。